2019年10月、人類史上初めてフルマラソンで2時間の壁を破る快挙が成し遂げられました。誰もが人間の限界を超えたと熱狂しましたが、スポーツ科学者たちが注目したのは、彼の心臓ではなく、その足元でした。この動画を見終わる頃には、最近3万円以上もするあのシューズが、実は初心者にとって、どれほど危険な武器になり得るか、お分かりいただけるはずです。最近、公園や河川敷を歩けば、派手で底の厚いランニングシューズを履いた人をよく見かけますよね。世界トップレベルのエリートランナーが履く、カーボンシューズという靴です。厚いクッションが関節を保護し、より楽に走れる。多くの人はそう考えます。そのため、価格が一般的な靴の数倍にあたる3万円から5万円もするにもかかわらず、中古市場でプレミアがつくほど爆発的な人気となっているんです。ですが、この通説には致命的な誤りがあります。カーボンシューズは、そもそも足を保護するために作られたわけではないんです。真実を知るには、その科学的なメカニズムを詳しく紐解く必要があります。カーボンシューズの核心は、厚いフォーム素材のソールに隠された、硬くて薄いカーボンプレートにあります。この仕組みをイメージするには、子供の頃に遊んだホッピングを思い浮かべてみてください。ホッピングは、内蔵されたバネが体重で圧縮され、跳ね返る力で人を高く押し上げます。カーボンシューズの内部でも、これと全く同じ連鎖反応が起きています。着地の瞬間、重みでカーボンプレートが弓のようにしなり、エネルギーを蓄積。そして、足を離した瞬間に、プレートが勢いよくしなり戻り、その爆発的な反発力で、ランナーを前へと力強く送り出すのです。日本の日常で例えるなら、上り坂で必死にペダルを漕いでいた普通の自転車から、電動アシスト自転車に乗り換えた時の感覚です。まるで誰かに後ろから力強く押されているような、あの圧倒的な推進力を足元で実感するはずです。もし20世紀のランナーがこのカーボンシューズを履いていたら、五輪記録を5分以上は短縮できていたと言われています。マラソンでの5分は約 1.5 キロ分。勝敗の次元を根本から変えてしまうほどの大きな差です。実際、エリウド・キプチョゲ選手がこの靴で人類初の2時間の壁を破ると、世界の陸上界には激震が走りました。結局、世界陸上連盟は2020年にシューズに関する新規定を緊急発表しました。公式大会で使用するシューズのソールの厚さを4センチ以下に制限し、内蔵するカーボンプレートも1枚のみに規制したのです。もし、ソールの厚さが4センチを超える靴を履いて走れば、それは選手の実力ではなく、道具の力による技術ドーピングとみなされます。たとえ1位でゴールしても、メダルは即座に剥奪されます。ほとんどの解説は、技術や記録に驚くだけで終わります。ですが、本当に知っておくべき革新は、ここから、この技術が、プロではなく、走り始めたばかりの初心者に使われると、話は全く変わってきます。プロのアスリートは、幼少期からの過酷な訓練で、関節や人体を鋼のように鍛え上げています。だからこそ、カーボンシューズ特有の強烈な反発力を制御し、推進力へと変えることができるのです。ですが、骨や筋肉が走る衝撃に、まだ慣れていない初心者がこのシューズを履くと、一体どうなるでしょうか。厚さは最大4センチ。これは、ハイヒールを履いて、アスファルトの上を走るのと、ほぼ同じ高さなんです。ここに、ホッピングのような強力な反発力が加わり、その力を最大限に引き出すため、つま先や足の真ん中で着地する、独自のフォームが半ば、強制的に促されることになります。
平坦なトラックではなく、凸凹の歩道や傾いたアスファルトを走っているとき、足首が弱いとその負荷を制御できず、少しひねっただけで骨折してしまうことがあります。それは単なる捻挫ではなく、その場で救急車を呼ぶべき致命的な負傷につながるのです。優れた性能を誇る装備ですが、体をまだ十分に制御できない初心者や中級者には、まさに諸刃の剣となってしまいます。この原理を知ると、週末に公園や川沿いを走る人たちの足元が全く違って見えてくるはずです。タイムを縮めるために、カーボンシューズの反発力を完璧に操る熟練者の優雅な足取りと、ただ高価なトレンドだからという理由で、足首を痛めている初心者の危うい足取り、その違いがはっきりとわかるようになるでしょう。カーボンシューズは優れたテクノロジーも準備不足の体にとっては鋭い刃になり得ることを静かに警告しています。道具が進化するほど、まずは新手の基礎を鍛えなければならない。この事実は実に興味深いと思いませんか？知らなくても困らない、けれど知っておくとためになる。そんな知識をお届けした栗でした。